こんにちは。かなボイスへようこそ。今日のテーマは、日本で道に迷った時に何と言うかです。旅行中や引っ越したばかりの時、道がわからなくなることは誰にでもあります。今日はそんな時に役立つ表現を一緒に練習しましょう。まず、道に迷ったと感じたら、近くの人に聞くのが一番早い方法です。すみません、道に迷ってしまいました。と言うと、丁寧で自然な言い方になります。日本人は親切な人が多いので、勇気を出して声をかけてみましょう。次に、行きたい場所の名前を伝えます。〇〇はどこですか？というシンプルな文で十分です。駅やコンビニ、有名な建物の名前を言えば、相手はすぐに理解してくれます。もし相手の説明が早すぎたら、もう一度お願いしますと言いましょう。または、ゆっくり話してもらえますか？も便利です。この2つを覚えておくと、聞き取れなかった時にとても助かります。地図を見せながら聞くのもおすすめです。この地図で教えてもらえますか？と言えば、相手は指で場所を示しながら説明してくれることが多いです。言葉だけでなく、目で見て確認できるので安心です。交番、つまり日本の小さな警察の建物も道に迷った時にとても役立ちます。交番の警察官は道案内に慣れているので、交番はどこですか？と聞いて、そこで詳しく教えてもらう方法もあります。駅の中で迷った場合は、駅員さんに聞くのが確実です。〇〇線はどこですか？や、出口はどこですか？という質問がよく使われます。大きな駅は出口がたくさんあるので、出口の番号を確認するのも大切です。スマートフォンの地図アプリも強い味方です。ただし、電波が悪い場所や住所が複雑な地域では、アプリだけに頼らない方がいい場合もあります。そんな時こそ、人に聞く力が大切になります。日本の住所は少し特殊で、番地の順番がわかりにくいことがあります。そのため、目印になる建物やお店の名前を伝えると、相手にも伝わりやすくなります。〇〇の近くです。という表現も覚えておくと便利です。道を教えてもらった後は、必ずありがとうございますとお礼を言いましょう。感謝の気持ちを伝えることは、日本の文化でとても大切にされています。小さな一言が良い印象を残します。もし本当に困ったとき、緊急ではないけれど助けが必要な場合は、周りの店員さんやホテルのスタッフに聞くのも良い方法です。近くに〇〇はありますか？という質問は、道だけでなく、お店を探すときにも使えます。最後に、迷うことは決して失敗ではありません。新しい道や景色に出会うチャンスでもあります。今日習った表現を使って、安心して日本の街を歩いてみてください。
今日はここまでです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回のエピソードでもまた一緒に日本語を練習しましょうね。